皆さんこんにちは。Welcome to SAYAS Onayami Radio. This is episode 4. This radio series is entirely in Japanese, but you can download transcripts with and without free Ghana and English translation by joining Patreon membership. Find the link in the caption and let's get started. 今回お悩みをメールで送ってもらったので、それに回答します。送ってくれたフラッシュステップさん、ありがとうございます。今回の内容なんですけれども、ちょっとYouTube の、NG ワードとかに引っかかってバンされてしまう可能性がある言葉があるので、それをちょっと抜いて、私の方で少し、変えたものを読んでいきますね。こんにちは、さやさん。お悩みラジオはとても素晴らしい考えだと思います。ということを最初に言わせていただきます。僕の名前はフラッシュステップで、半年ぐらいさやさんのポッドキャストを聞いてきました。ありがとうございます。前のエピソードで述べたことがあることは覚えているかもしれないけど、僕はある依存で苦労しています。今のところは 90% ぐらい回復したかなと感じているんですけど、辛い時はたまにあります。このメールは別にそんなことについてではなく、日本の面についてです。これが合ってるかどうかはわからないんですけど、日本の文化ではビジネスや友達などとの飲み会がかなり普通で、むしろ求められているぐらいの印象があります。あんまりさやさんに統計なんかを調べさせたくないんですけど、さやさんが知る限りでどれぐらいの日本人が飲酒依存などを抱えていますか？最後に言っておきたいことがあるんですけど、いつも興味深いポッドキャストを作ってもらってありがとうございます。さやさんのおかげで僕の日本語の能力がきっと伸びてきたでしょう。はい、ということで、お悩みを送ってくださりありがとうございます。そしていつもポッドキャストを聞いてくれて本当にありがとうございます。私のポッドキャストが日本語の上達に役立っていたら本当に嬉しいです。そしてですね、まずは依存から今回復中ということで 90% 素晴らしいです。本当にお疲れ様です。私が経験したことのないタイプの依存ですので、あんまり軽率に分かるふりをしたくはないんですけれども、私自身は SSRI っていう抗うつ作用のある薬にちょっと依存したことがあって、でそこから回復するのに半年、たった半年ですけれども、それでもものすごく毎日それを中心に進んでいく感じがして、本当になんで始めてしまったんだろうって後悔することがあったので、もし依存によってはその回復に1年2年10年とかかかる人もいると思うので、それをやっているのは本当に勇気がある素晴らしい、ことだと思います。ぜひ無理せず自分に優しくしてくださいね。今回本当は飲酒と他のことについても聞いてくれたんですけれども、そのバンの関係で飲酒に焦点を置いて、お答えします。統計を調べなくていいんですよって言ってくれたんですけれども、聞かれて私自身ちょっと気になったので調べてみたところ、ちょっとサイトによっても違いますが、アルコール依存度の世界ランキングで日本はだいたい100位以下なので、そんなに日本はアルコール依存が強くないようです。で、あとは日本の統計とか見てみたら、アルコール消費量が本当にすごく減っているようで、一つの統計によると30年ぐらい前からもう 25% ぐらい減っていたりするので、確かに飲み会強要とか無理に飲ませるみたいなイメージが私もありますけれども、実は減っているらしいです。なので日本の飲み方の特徴っていうのを考えていたんですけれども、私が比べられるのが今住んでいるスペインとか前住んでたドイツとかヨーロッパと日本しか比べられないんですけれども、日本って飲める場所がそんなにない気がするんですね。例えば今住んでるスペインとかだと結構金曜日の昼間から、じゃあ仕事が早めに終わったからバーのテラス席でワインでもビールでも飲もうとか、あとはランチとかから飲む人も多いですし、夜になるとそのままバーで飲んでる人もいるし、パーティーとかでクラブで飲む人もいるし、
じゃあクラブ行く前にプリドリンクとか言って、飲む人もいるし、あとはこう1年の行事とか見ててもこう飲む機会のある行事が結構多いなと思う一方で、日本だとあんまりこうクラブとかバーに行く人って少なめなので、もし飲むとしたら居酒屋か、あとは普通に食事とともにビールとか酒とかを飲む人がいると思うんですけれども、なので逆に言うと居酒屋に行かないなら友達とかと飲む機会ってあんまりないのかもしれません。家で飲む人も多いと思いますがね。であとは年齢的に言うと、アメリカでは21歳とかだったかな。でヨーロッパではこう国によっては16歳とかすごく若い時から飲めるところもあると思いますが、日本では20歳です。で例えばアメリカの映画とかなんかティーンドラマとか見てると、もう16歳17歳からとかこう友達の屋根裏部屋に集まってみんなでお酒飲んでたりとかしているのを見ますが、これは本当ですか？もしフラッシュステップさんはアメリカの方かわからないですけれども、もし聞いてる方でアメリカの方いたら教えてください。21歳までって結構世界の中では年上ですよね。でも実際に本当に飲まないのか、実は結構飲んでるのか知りたいです。で日本では、もちろん18歳ぐらいからこう大学生になって飲むっていう人もいるんですけれども、結構こうレストランによっては厳しいところもあるので、もう居酒屋とか入ると年齢確認のための ID を確認されて、でそれで確認できないと居酒屋にすら入れないっていうことがあるので、今私普通に居酒屋に行ってアルコール飲まないっていうこともあるので、こう入れさせてもらえすらしないっていうのはちょっと悲しいなと思いますけれども、でもこうコンビニとかでもね聞かれることも多いので、結構厳しいから飲まない人も多いのかもしれません。で最近になってこう飲んでいる人が減った理由は、やっぱりコロナから飲み会がぐっと減っているようですね。こう昔のこう上司に誘われて参加しないといけない飲み会とか、愚痴を聞くだけの同僚の飲み会とか、そういうのがもうめっきりなくなったところが多いそうです。あとは世界全体的にですけれども、その無理に飲ませるとかバカなことをするみたいな、そういうのはハラスメントとかパワーハラスメントとかモラルハラスメントとか、そういうのにもっともっとみんなが気をつけるようになってきたので、こう飲み会自体が減ったっていう以外にも、普通に今やったらやばいよねみたいなことが昔は普通でしたけれども、そういうのが今どんどん減っている。もし無理強いとかしてたらみんな白い目で見るっていうのがあるのかなと思います。私は今日本に住んでないので、このお悩みを聞いた時日本の友達と話していて、最近どうなのって聞いてみたんですけれども、本当に最近飲むっていうことが減ってるって言ってて、で逆に夜カフェとかが流行ってるそうです。例えば夜ご飯行って、でその後の2軒目はカフェとかで、そのカフェも夜に行けるようにちゃんと夜まで開いてる、夜10時とか11時まで空いてるとか、あとはもう居酒屋に行くどころかサウナとか、温泉とかに行って楽しむみたいな人も多いそうです。なのでこの全体的に健康を意識するっていうのが多分今の若い人の、傾向なのかなと思います。でただ私が一つこう日本人のアルコールの飲み方についてすごく特徴的だなと思うのは、渋谷メルトダウンっていう言葉が数年前に流行り出しましたけれども、この日本人が飲んだ時のこう態度の変わり方とか差が激しいということです。渋谷メルトダウンっていうのは、これなぜ最初に流行ったのかは知らないですけれども、こう渋谷で飲んでる人たちがこう飲みすぎて普通に道で寝たりしてるんですね。でも日本ってすごく面白くて、寝てたら周りの人がこうビニール袋を口元に持ってってあげたりとか、あとはコンビニで水を買ってそばに置いといてあげたりとかで、財布とか持ってても絶対盗まれないし、他の国の人からしたらすごく異様な光景かなと思います。
普通に道に寝転がってる人がいて、誰もそんなに驚かない上に誰も危害を加えたりしないので、なんか日本の飲み方と日本の優しさが相まってちょっと興味深い光景だと思うんですけれども、ああいう風に本当に飲みすぎて寝ちゃってるとかやばいことをしている人普通に見ますね。前回渋谷に行って終電まで、ご飯を食べていた時も、もうその時いた居酒屋から駅を通って歩いて電車の中に入るその瞬間まで本当にやばい人たちがたくさんいました。例えば電車乗ったら一緒に入ってきた人が急に電車の中で土下座し始めて、こう外にいた仲間の人たちに土下座しながらありがとうございましたとか叫んだり、あとは駅をこの人ハッピーバースデーです歌ってくださいみたいな感じで、バースデーソングを歌いながらずっと歩いている若い人とかがいて、でそういう時に日本人の面白いところは誰も気にしない、何事もなかったかのように、自分の歩いている方向に進んでいくとかね。なのでこう普段おとなしいシャイな日本人って思われることが多いですけれども、こう飲んだ時の日本人の変わり方っていうのは私はかなり面白いなと思います。もし日本に来る機会があったらぜひ、週末の渋谷、新宿、あとは六本木あたりかなの朝3時4時くらいを見学してほしいです。用がなくてもぜひ人を見るために行ってほしいです。本当に面白い人たちがたくさんいます。その中にはね、苦しんでいる人もいるかと思うんですけれども、なかなか興味深い光景を見れるので見てみてください。というわけで、今回のお悩みの回答は以上です。皆さんも何かお悩みや聞きたいこと、報告したいこと、話したいことなどがあったらぜひ info@sayajapanese.com までメールで送ってください。それでは最後まで聞いてくれてありがとうございました。また次のエピソードでお会いしましょう。If you want to learn Japanese more interactively, you can find the best teacher for you at SAYAS Japanese School, a quality-first online Japanese school founded by me. Visit sayajapanese.com for more information. Thanks for your support and happy learning!